ブルージュを作るきっかけになったんが、実はこのビッグベイトシーバスっていう雑誌の企画が最初なんですよ。というのはこの本を作ったね松本さんから一連のこのジョイントで遠征で釣るっていうところまでの企画の本だったんで、それがきっかけにブルージュっていうのが生まれました。こんな表紙になっているのがブルージュです。松本さんは僕にどんなルアーを作ってほしかったんですか？いやーないですよ、そんなどんなルアーっていうのは。どんなルアー作ってくるのかなっていう。僕はもっとでかいのイメージしてたんですよ最初は。ビッグベイトの中では小さめになるかもしれない。で 42g なんで結構そのスピニングタックルでも使えるように、結構こう使用頻度がタックル選ばんようにっていうボリュームに仕上げています。このジョイントっていうのが、ね、主流じゃないところが、面白いところ。結果的にはすごいルアーもできたしね、自分もいっぱい勉強できたけど、最初はねちょっと、それは釣果を出しにくいというところで、ですよね。いろんな人に言われましたよ。釣果、でも出しにくいっていうのは今となっては勝手な思い込みやったけど、最初はって思ってた。ブルージュってどういう状況で使えるんですか？ブルージュ自体はデッドスローからファーストリトリーブまで対応するんで、流速とかアクションのスピードは幅広くて、でベイトもアユとかコノシロとかボラとか、いろんなベイトにも反対応するんで、割とこう巻き方とか変えるだけでいろんな状況といろんなベイトに対応できる仕上がりになってますね。じゃあ年中いけますね。川でも海でも、川でも海でも結果出てますね。その一つのルアーで繰り出せるアクションの多さ、ストレートリトリーブからロッドワークまでルアーチェンジすることなく一つのルアーで対応できる、これがねもうブルージュの気に入ってるところですね。まずはストレートリトリーブ、通常のフローティングミノを扱うようなロケーションポイントで、同じようなイメージでただキャストして巻いてくる、トレースラインで食わす、それがねまず一つの使い方。もう一つの使い方はロッドワークによるアクション。ブルージュのねすごいレスポンスの良さを生かしたピンでの食わせ能力、これはねすごい武器になります。ゆっくり巻いて潜らせて、で5回ぐらい巻いて、あとは1回止めて浮上させていくっていうのが結構ボラがこう無防備に上に浮上するようなイメージなんですけど、フローティングだったら結構その浮上中にバーン上がってきたりっていうのは多いかな。潜っていって止めたらこうポコンって浮くんじゃなくて、やっぱりこうたわみながら弱ったボラが無防備に浮上するような動きに多分なるから、その時にシーバスもずっと下から見てたやつが思わずこっち使うっていう時があって、その時はね本当に水面にもう突き上げて食うから面白い。磯でも実は使ってて、その時はさらしの切れ目でもうラインをちょっとたるませてそこに置いといたら、その波でこう揉まれるから、揉まれてる間中もこう泳いで、自分でそれを見てたらヒラスズキとかが下から上がってきてくるっていうシーンが見れたりとか、結構こうルアーで巻き切ってしまわないとアクションしなかったりするけど、これはもう漂わしてるだけで食ったりするしね。